キノチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今回の動画は、前回の、ファーミングシミュレーター19の準備編に引き続きまして、チュートリアル動画を、やっていきます。チュートリアルのような動画と、言っておきましょうか。はい、前回の動画を見てくださった方は、お分かりかとは思うんですが、まっさらに、なっちゃってます。というのも、チュートリアル動画をするのであれば、まっさらの方がいいんじゃないかと、思ったので、一から、ある程度まで、やっていこうかなと、思いました。ただ、前の動画で使っていた、マップも、まだやりたいことはあったので、ある程度、こちらで説明が終わったら、向こうの動画に、向こうの動画じゃないな、向こうのマップにもう一度戻って、またやっていきたいなと思いますので、数本程度、このマップで生活していきたいと思います。はい、チュートリアル動画なので、ある程度、ざっくり順番だけ、作業の順番だけお伝えしようかなと思います。まず、自分の好きなじゃないか、ざっくりですね、畑を見てもらって、どの辺買おうかなっていうのを、最初考えてもらえればいいかなと思います。ここが、最初いたところで、ここ今緑のアイコンが点滅しているところが、ショップになるので、ショップの近くに最初は作った方がいいのかなと思うんですが、そう言いつつ、私が最初に買ったマップはこの20番になります。これを買いました。ただ、今思うと別に31番でもある程度広いし、建物を建てないのであれば、用は足りるかなと。それに、種とか買うときもこっちの方が、近いので、いろいろ都合がいいかもしれませんね。ということで、まず、31番を買ってしまいます。それで、畑の作業の順番ですけど、ざっくりいくと、土地を耕して、種まいて、肥料をまいて収穫アップさせて、収穫すると、この動作の繰り返しになります。収穫し終わったらまた土地を耕して種まいて肥料をやって収穫と、これを延々と繰り返していく、作業になってます。それをするために何がいるかというと、まずトラクターですね。これはもう必須ですね。これないともう始まりませんので、そうですね、もうここはもう自分の、好きな形のものを買えばいいかなと思います。最初はこれですかね。これの、エンジンのパワー変えれるので、最大にして、ローダーというのは、フロントローダーという前に、アタッチメントをつけれる機構があるものもあるので、これもあんまり高くないのでつけちゃって構わないと思います。であとはタイヤの、種類ですね。これも、お好きなタイヤ選んでもらえても問題ないと思います。というのも、私自身、この辺の、タイヤの種類に関してはよく分かってないので、いつもワイドタイヤプラスウェイトで、やってます。トラクター自体は別に1台で使い回してもいいんですが、3台ぐらいあると、結構効率よく、作業の方ができるので、3台買おうかなと
買おうかなというか、買ってもらった方がいいかもしれませんね。で、最後が、今2台買ったんで、あと1台は、スピード出るやつが欲しいので、この辺だと30キロ、40キロしか出ないので、この最後の、バルトラというトラクターがあるので、これが50キロ出るので、これを1台、入れたいと思います。はい、これでトラクターは揃いました。で、最初に言っていた、畑を耕すところ、耕す機械がカルティベーターという機械で、装置で耕せますので、これもどうしようかな。これ必要な馬力が書いてあるので、これだと100馬力、これだと120馬力いるので、買ったトラクターに似合った、装置を選ばないとうまく働かなかったりするので、その辺は注意してください。これにしておきます。それで次に種をまく、装置がシーダーというやつになります。で、シーダーも、馬力があるので、その辺は注意をしてください。とこれにしておきます。ほいっと。それで、あとは肥料もまくものがいるので、これを買います。肥料に関しては作物の保護でも、同じ機能を果たすので、作物の保護が液体肥料。肥料の技術が、固体の肥料をあげることになってますので、お好きな方を選んでもらって構わないと思います。で、あとは収穫するときに使う収穫機を選んでもらって、これも最初だと10万円までの、この3機種になるんですけど、それを選んでもらって構わないと思います。この3種類から選んでもらえればいいかなと思うんですが、所持金が許されるのであれば、お好きなやつを買ってもらって構わないと思います。で、収穫機を買うと次は、収穫するためにカッターが必要になってきますので、こちらカッターの方を選択してもらって、自分が買った機械に合うものを選んでください。私が先買ったのは、ノバの330ってやつなので、これですね。これを買います。で、あと、これだとトラクターが、後ろの方が、機械を後ろにつけるんですけど、前の方が軽すぎて、後ろが沈んでウィリーしちゃうので、反対側、フロントに、重りを乗せてあげないといけないので、それを買います。何キロっていう決まりはないんですけど、機械によっては書いてあるやつがあります。カルティベーターだと、読み方合ってるか知りませんけど、アグコの、1100っていうのが、カウンターウェイトの、重さになってます。こっちだと SB700、700キロのカウンターウェイトつけてくださいっていう指示があります。ないやつもあるんですけど、これもないですね。ないやつは適当につけてもらえればいいと思います。いつもだと、2300のやつをいつもつけてます。これを3つ買います。はい、これでいけたかな。あとは、種を買わないといけないので、
こちら種袋台を、2つと、あとは肥料の袋を、3つ買っておきます。これで、最低限の、準備が整いました。残金が45万あるので、最低限を揃えても、まだ余裕あるので、その辺はいろいろなものに、投資をしていただければいいかなと思います。これ分かりますかね。こう前が重たすぎて、こう後ろが滑っちゃってるんですよね。なので、2300キロは重たすぎましたので、もしやられるときは、1300ぐらい、2002トンを超えないように、注意してください。でこれは、粉の肥料が必要なので、近くで、補充してください。これが、シーダーになります。シーダーは、今回買ったやつは、種と種まきと肥料が、できる同時にできるものを買いましたので、種と肥料を共に補充しておいてください。でないと、あれ？なぜだ？補充できない。できました。はい、これで満タンになってます。ただ前が滑っちゃうので、カウンターウェイトを、拾いに行くんですが、今のだと重たすぎたので1100ぐらいがいいかもしれませんね。これでね、一つ忘れてたんですが、収穫した後の、作物を入れるトレーラーを買うのを忘れてました。これも、上に行けば上に行くほど、値段も上がるし容量も上がるんですが、最初なんで、この一番左のやつで、容量がアップできるので、12000リッターまで入るようにしてやってください。カバーは別にあってもなくても、ゲーム上は問題ないので、見た目の問題ですね、だけなので、好きに、つけてください。はい、なのでトレーラーで作物を回収するので、道路を往復することになるので、この50キロまで出るトラクターを買いました。
はい、これで、最低限全て揃った形になりますので、まあ、早速、借り入れしていきたいんですが、これが、先ほど買った31番になります。もともと小麦がもう成長しきっていたので、まあ、ちょうど良かったかなというところで、まあ、順番的には、畑を耕して種やって肥料をやって、収穫する、でまた最初に戻って耕すというサイクルをただただ繰り返していくだけなので、最初は耕しからやりたかったんですが、もう物があるので、これからスタートしていきます。それとあとオプションで、まあ、作物の破滅っていうのがあるんですけど、今オンの状態、全てオンの状態になってますので、このまま行ってしまうと、作物が潰れていきます。いきますよ、見といてください。はい、という感じで、タイヤの跡だけ、わかりますかね。タイヤの跡だけ、作物が潰れてなくなってしまってます。っていうのも多分これ、もしかするとタイヤの選択の時に、ナロータイヤって言って細いタイヤがあるので、それを選択するとこの破滅した部分がもっと小さくなるのかもしれないですね。せっかくなんで、試してみましょうか。めちゃめちゃ細いですね。これはかなりいけそうな気がします。ちょっと離れて、どうや、お、あ、ナロータイヤだと潰れないみたいです。はマジか。全然知らなかった。マジか。いや、本当にびっくりします。今までこのタイヤしか使ったことなかったので、うわ、バリバリ潰れるな。すげえ。いや、まあ知ってる人にとっては当たり前だろうっていうツッコミが、ありそうな気もするんですが、本当に初めて知りました。マジか。これナロータイヤのダウルとかあったような気するんで、それだとどうなるんだろう。あ、これか。これもどうなんだろうな。これもちょっと気になるところですよね。さすがにこれは潰れないとおかしいですよね。ワイドタイヤよりも太いです。さあ、いかに。がっつり潰れる。やっぱダメだな。あとはトラクターの台でなんかあったかな。これタイヤの構成あるな。これは絶対ダメなやつですね。100% 潰れます。この辺はもうダメですね。なるほど、ちょっと一つ勉強になりました。ナロータイヤだと、作物の破滅をオンにしてても潰れないということが判明しました。まあそれはさておき、早速収穫の方を始めていきたいと思います。まあこの辺は、どうするんだろうな。これはなるほど。これでいけるのか。なるほど。今までのやつだと、このコンバイン使うときに展開しないといけなかったんですが、これはいらないみたいです。
それはさておき、こうやって、やっていきます。最初のうちはお金とかないんで、このまま手動でずっとやっててもいいんですが、あまりにも効率が良くないので、アルバイト、作業者を雇ってやってしまうのもありです。あとは、後ろに今一筋線出てるんですが、これ藁なんですけど、藁も、最初ベーラーとか、保存するんだったらいいんですが、いらないときは、藁のウィンドウローをオフにするっていうのをやってもらったら、こう撒き散らして済んでいくので、そういうことも、やってもらえればいいかなと思います。はい。ちょっと効率重視で、作業者の方を雇っていきます。はい。これ今作業者雇ってる状況になってます。これオンラインとかで、数人でやるときはもう作業者雇う必要性はあんまりないのかもしれないですけど、一人でやるときは、こうやって、収穫は作業者に任せて、プレイヤーはトラクター、トレーラーを引っ張って、回収にしに行くと。この回収自体は、自分でやらないと、これ作業者雇えないので、大変です。でこの時にオートクルーズをオンにしておくと、結構楽ですね。行っちゃった。よし。これがだいたい収穫機のスピードが10キロぐらいになるんで、その辺調整しながら、行くとやりやすいと思います。はい、っていう感じですね。それで、収穫機が2周というか、1往復終わったところらへんで、次はこのカルティベーターつけたトラクターに変えます。で多分このトラクターとかカルティベーターの出せるスピードにもよるんですが、収穫機に追いついてしまうことがあるので、そこも注意が必要かなと思います。これで、作業車をオンにします。するとこれも勝手にやっていってくれるので、かなり無駄なく進めることが可能となってます。それで、カルティベーターも、2往復ぐらいですかね。2往復ぐらいしたら次は、シーダーを投入していきます。それで、収穫しながら耕して、かつ耕し終わったところから、シーダーで、種をまいていくと。この無駄のないこの連携が、かなり効率がいいやり方となってます。なので、トラクターは、最低3台これをやろうと思えば、必要となってきますので、その辺は注意をしながら、資金の方を使ってもらえればいいと思います。ノーマルモードの農場マネージャーという難易度では、十分いけると思うので、参考までにやってもらえればいいかなと思います。それで、さすがに1往復だとこう干渉して、進めなくなってしまうことがあるので、やっぱり、2往復ぐらいしてからスタートさせた方が、効率はいいかなと、今思いました。
ていうの感じで、この一面、作業をしていきます。これちょっと、最初だと、こんな感じですね。で、だんだん機械が揃ってくると、もっと早くできるようになります。はい、今回は大型トラクターのフェントを使っていきます。これも、ワイドタイヤのウェイト、でいきます。最初言ってた、3両編成でいきたいんですが、これを変えるぐらいになってくるときっとトラック変えれるようになるので、変えるようになるというかもう買ってると思うので、トラックで、いけるようにしようと思います。はい、で、トレーラーも59000入るやつを買います。で、収穫機もいいやつが買えるので、この辺も好みで言ってもらえればいいかなと思います。私はこれ好きなので、フェントのやつを買います。違い云々言う割にこうシーダーの動きを見てもらうの忘れてましたね。まあいいか。はい、でちなみに言うと、このシーダーは、事前に畑を耕す必要がない、もう直接畑を耕しながら、種をまいてくれて、肥料もあげてくれるっていうのになるので、非常に効率がいいですね、これは。それと一緒のことができるのもこっちなんですけど、これはもう相当広い、畑でないと、小回りが全く効きにくいものになるので、最初の方はいらないと思います。最初はもうこの辺まで変えればもう御の字だと思います。であとは肥料の技術に関してはもうそこまで、最初買ったやつで十分だと思います。はい、24m 巻けるので、こっちにするとアームが伸びちゃって、アームが伸びて肥料をまくタイプなので、アームが他のオブジェクトに引っかかって動かないってことがあるので、最近こっちばっかり使ってます。肥料の技術の方で、それはさておいて、もうこれで全部揃ったかな。とあとウェイトですね。ウェイト、最初買ったやつあるんでそれを使います。いや見るからにでかくていいですよね。あれと1000ちょっとしか補充できなかったので、果たしてどこまでいけるのかちょっとわからないですが、
おお、おお、やばい、やっちゃったよ。ああ、これはきついな。うん。まあ正直ここから入るところではないので、まあ、入り口から入ることにします。さあ果たしてこれでいけるのか。まあバッチリですね。到着しました。で、さっき、収穫機を運転するときに、展開がどうのこうの言ってたと思うんですが、これだと、コンバインを展開するっていうのがあります。これをやらないと、カッターが入らなくなってますので、こういう感じで上が開きます。この上の今開いたところに収穫した作物が溜まっていくことになってます。はい、だいたい倍ぐらいの大きさあるのでめちゃめちゃ早いと思いますので、ちょっと見ておいてもらえればいいかなと思います。あー、出てきました。いいですね。めっちゃ細かいですね。モニターの中も結構細かく動くところは動いているので、まあかなり細かいなとは思いますけどね。サイドミラーとかもちゃんと後ろ映るようにしているので、はい、もう2倍ぐらいの広さになるのかな。約2倍ですね。めちゃくちゃ速いです。あ、しまった。藁の、まあいいか。って感じです。それと、はい、これで、土壌成分なんですけど、31番、赤く光ってるんで、赤く光ってはないですけど、赤く色づいてるのが、すき込みが必要ですと、なってます。すき込みというのは、土壌を1回、土を掘り起こすような、作業が必要で、これをするのに使う機械が、それだ土を起こすならカルティベーターでもいいんじゃないのかっていうことなんですけど、これは表面を、なだらかにというか、表面をさらうぐらいのやつなので、もうすき込みっていうのはこのプラウっていうのを、使います。これも大きさあるので、もしすき込みをオンにされているのであれば買う必要が出てきます。でオプションで、先ほど言ってた、作物の破滅のオンオフであったり定期すき込み、ライムというのは石灰なんですけど、石灰を巻かないといけないのかどうかっていうのをオンオフできます。あとは雑草もオンオフできるので、その辺は適宜、
最初はいいやって思われるのであれば、全てオフにしておいてもらって問題はないかと思います。はい、これで、これも展開する必要があるので展開します。でこれで少し注意してほしいのが、畑を新規に作成できるようにするというのを、押さないように注意しておいてください。別に押したからといって何かバグのようなものがあるのかって言われるとそうではないんですが、これをオンにしてしまうと、この今草が生えているところも掘り起こしてしまうので、そこも畑として使えるように、土地を改良してしまうので、その不本意な場所に畑を広げたくないときは、もうあの畑を新規に作成するというアイコンが出ないようにしてください。この既存の畑の中のみ利用するってなってたら、新規開拓できるようになってますので注意してください。この畑を新規に作成できるようにすると、表示ができてたら、今は既存の畑しか耕さないようになってますので、これでやってもらえれば問題ありません。で、最初に戻って、すき込みが必要ですということで、見といてもらえれば分かるんですが、ここの色が、ごめんなさい、はい、ここの色が変わっていきますので、少し見といてください。はい、もしこれ畑の新規作成をオンにしてたら、この、草の方に出てる半分ですけど、ちょっと場所ミスってしまったんですが、半分が、こう新規作成で、できるようになってます。一応今オンにしてみますね。でこういう感じに、なってます。今オフにしました。っていう感じで畑を、新しく作ることができるので、畑が近かったりすると、それをオンにして、合体させて、でかい畑を作ることも可能となってます。はい、今作業者を雇いました。で、これ見てもらうと、茶色く、なってますよね。これが、すき込みが終わりましたよというサインです。っていうので、すき込みをする際は、プラグを使って、やるようにしてください。プラグじゃないと、すき込みをしたことにはなりませんので、注意が必要かと思います。それで、今見てたら、ちょうど隣の30番が、石灰が必要です。ライムが必要ですっていう風になってるので、ちょうどいいんで、こっちも買い上げて、どういう感じになるのかっていうのをお伝えしたいと思います。しまった。これはこのまま流していきます。で、ライムを巻くのは、こっちですね。なんか石みたいなやつが出てきたと思うんですが、これを使います。これしか多分出てなかっ
ったと思うんですけどね。そうですね。この2つの105、K の105から、石灰をまけるようになってますので、このどちらかを選ばないといけません。で、この大きな袋で石灰を購入します。石灰の大きな袋。おお、めっちゃお尻がする。ドリフトだ。ああ、これ大きさ足りねえな。はい、今、右上にオレンジ色の字でヘルパーへ穀物満タンですっていうのができてます。こういう感じで、止まっちゃうので、満タンになると止まります。入れれないのか。はい、で最初に戻って、石灰ですね。石灰って確か小学校と学校のライン引きとかで、多分使ってるやつだったんじゃないのかなと今少し思い出しました。あれはまた違うのかな。はい、とりあえず、これで、少し補充したので、隣の畑って、なんか育ってますね。まあいいか。芝か。これで今、右下の畑の情報で石灰が必要って、出てます。で、この上から、石灰を撒いていきます。
はい、こんな感じで、石灰をまくと、土壌の改良につながると。っていう感じで、緑っぽいやつが、茶色になると。これで、石灰の散布が完了して OK ですよってことになってます。はい、こんな感じで、表示が消えましたよね。それで、次に、シーダーですけど、最初のやつですね、ちょうどいいんでやっちゃいますけど、こういう感じで、やっていきます。プラウの上からでも、カルティベーターをやらずにプラウの上からでも、種をまくことは可能なので、その辺はなんだこれ、そういうことか。ある程度、器具が大きくなると展開する必要が出てくるので、その辺も、大体共通ですね。はい、今、プラウの、掘り起こしの残しがあるんですが、これをまとめて、耕していきます。こんな感じです。これ肥料も同時にやってますんで、問題ないですね。この右下の畑の情報で、情報を見れますんで、肥料散布済みとなってます。この上から、肥料をまいても 100% にはなりません。この後に、成長の第一段階が終わったら、さらに肥料をまけるようになるので、それまで、待つことになります。とりあえず、時間の方早送りしたいと思います。そこまで時間はかからないとは思いますけどね。で、ちょうどいいんで、これで最初に肥料を入れたこの散布機をスタンバイさせておきます。おファーミングシミュレーター19からなんですけど、このホース関係、油圧のホース関係が、反映されるようになって、ものすごく細かくなって、私個人としてはめちゃくちゃ嬉しいところなんですけどね。やっぱこういうのは細かく作らないと、リアル加減が半減というかないですよね。おっと、第一段階来てました。はい、これいう感じですね。で、これで、成長の、ちょっと、雑草みたいな感じに見えちゃうんですけど、なってます。で、これ右と左で、色が違うの分かりますかね。分かりにくいかな。ちょっと右の方が、ちょっと草が生えているところが、
薄い茶色で左が濃くなってるんですけど、これ濃い方が、肥料散布済みだよっていうのが、分かるようになってます。で、今から肥料をまいていきますね。あ、ちょっと待ってください。これはやばいな。んなるほど。そうですね。はい、今ちょっと肥料をまけてないのかなと若干心配したんですが、ちゃんとまけてます。ここ、少し色変わってるの分かりますかね。トラクターの頭のところなんですけど、こういう形で、肥料をまくと色が変わって、いきます。こういう左の方分かりますかね。色が変わっていくのがっていう感じでやっていくと、収穫がアップすると、最大60%、いろんな、収穫量が上がるやり方をすると最大60%上がるらしいです。これで成長中の肥料散布済み 100% となってます。これ以上、まくことはできないので、いくら上から肥料をまこうが、反映はされません。はい、で、これでほぼほぼ言うことは終わったかなと思います。あとはこれもう一回成長すると多分草が生えてくる。あ、ここにいる。これかな。あ、これですね。このめっちゃ緑っぽいやつが、雑草になってます。これですね。この緑。この黄色っぽい草じゃなくて、このガチのもう緑っぽいやつが、草ですので、雑草、畑情報だと 0% なので、特に今は問題はなさそうな感じがします。でもし雑草が、パーセンテージ上がってきたら、この草刈り機、失礼しました、草刈り機を使って、雑草を間引いていくという作業が必要になってきます。からが、雑草も間引きたかったんですけど、なかなか雑草くんが出てこないので、いや、さっきの緑っぽいの、あれは違うのかもしれないですね。なかなか出てこないな。この雑草のパーセントが上がったら、多分目に見えて色が違うやつが出てくるので、それで、この畑の情報を見てもらえれば何が必要かっていうのは大体わかると思うので、これ雑草出てきましたよ。雑草 100%。
これです。もう最近雑草のこのオプションをオフにしてたので忘れましたけど、やっぱりさっきのなんかガチで緑っぽいって言ってたやつは、あれは誤情報ですね。すいません。誠に申し訳ない。これが本気の雑草たちです。で、こいつを刈ると、畑の収穫量アップにはならないんですけど、減少を食い止めることができると。これの説明だと、25% マイナスになるらしいです。育てててもあんだけガンガン雑草生えてたら、気持ち悪いのでさすがに買ってしまうとは思うんですけど、このまま放置して育てることはないとは思うんですけど、雑草が生えたらしっかりと、買ってあげてください。こういう感じですね。はい、これをして、作物には何の影響もないので、はい、こういう感じになってます。どうしてもシーダーの方がスピード速いので、追いついて、こういうクロスしてしまうことがあるので、その辺も注意をしてあげてください。もう右上に説明というか表示が出ますので、それも見逃さないようにしておくと、よりやりやすくなると思います。はい、っていう感じで、これで一通りの説明は終わりました。とりあえず最初、見ていただいた、収穫をしながら、収穫をしてもらいながら、畑を耕して、同時に種をまいてっていうやり方を、順番に繰り返していけば、ある程度、マイナスには赤字にはならないとは思います。はい、それを何回も繰り返していけば、やがて1個ずつステップアップして、大きな機械を買って効率を突き詰めていけるようになっていくんじゃないかなと思いますんで、気長にやってもらえればいいかとは思います。はい、結構モッドとかもかなり配信されてますので、そういうのを楽しみながら、ゆっくりやっていってください。この焦るようなゲームではないのでね。はい、これで、チュートリアル第1弾は、終わりたいと思います。次回は、最初だと結構強い味方になるのかもしれないですけど、サトウキビを育てたいと思います。サトウキビは1回植えてしまうと収穫しても耕す必要がないと。実際は1回刈り取ってすき込み3回ぐらい収穫したらすき込まないと、収穫量が減っちゃうよ的なアナウンスというか、そういうふうに書いてあったんですけど、実際問題もう耕さなくていいので、収穫し終わったらそのまま放置と、でまた収穫したら放置ということで、片手間に、資金稼ぎが、何のモッドも入れなく、お金を増やすモッドを入れなくてやるのであれば片手間にできる一番やりやすい、作物じゃないかなと、思ってますので、それを、次回の動画はやっていきたいかなと思います。次回はサトウキビ動画で、進めますので、ぜひ
また見ていただければと思います。ではこれで、今回の動画は終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回のサトウキビ動画で会いましょう。